一本の古い橋の写真。AI で当時の色を再現してみる。中国、北京の南西10キロ、エイテイ河に架かる盧溝橋。13世紀、マルコ・ポーロが世界で最も美しい橋と称えた。800年以上の歴史を持つ石造りの優美な橋だ。1937年、昭和12年7月7日の夜、この橋の近くで一人の日本兵が消えた。20分後、その兵士は無事に発見された。だがその20分の間に最初の銃声が鳴った。誰が撃ったのか今もわからない。そしてこの20分が8年間の日中戦争の引き金を引いた。盧溝橋事件。激動の昭和史を決定づけた運命の一夜の物語をお伝えします。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。盧溝橋と延平献上の航空写真。 AI で色を入れてみる。橋の東側に延平献上、中国軍が駐留していた城壁に囲まれた小さな城下町。橋の周辺はウーテイ川の堤防と田園風景。戦略的には北京と河北平原を結ぶ要衝。ここを抑えれば北京を孤立させることができる。1937年7月、日本軍は北京を取り巻くように展開していた。そして残された出口の一つがこの盧溝橋だった。中国側にとっても日本側にとっても絶対に譲れない場所。その緊張が頂点に達していた夏の夜の物語が始まる。時は遡って1931年9月18日、AI でカラーにしてみる。奉天郊外の龍城湖で関東軍が南満州鉄道を爆破した。満州事変の始まりだ。それから6年が経っていた。日本は満州国を建国し、国際連盟を脱退した。中国とは国際法上の交戦状態にこそないが、緊張は高まり続けた。河北では祈祷坊共自治政府などの傀儡政権が乱立していた。関東軍とシナ駐屯軍はそれぞれ中国に対する独自の方針を持っていた。1937年の中国は火薬庫だった。そしてその火薬庫に火がつくのは時間の問題だった。毛沢東率いる中国共産党。 AI で色を入れてみる。1934年10月、蒋介石率いる国民政府軍の包囲討伐。共産党紅軍は中国南部の根拠地から撤退を強いられた。いわゆる徴西。2年にわたる遠征の末、1936年、共産党軍はモンゴル国境に近い延安に到達した。しかしそこでも国民政府軍の移送作戦が続いた。共産党軍の兵力は激減し、壊滅寸前だった。このままでは共産党は滅びる。そんな瀬戸際の状況だった。そしてここから共産党の起死回生の動きが始まる。左から張学良、楊古城、蒋介石。事件の2ヶ月前、1936年10月の集合写真。 AI で色を入れてみる。1936年12月、中国共産党は元満州軍閥の張学良将軍に働きかけた。張学良は蒋介石を西安で監禁する。西安事変。蒋介石は内戦の停止と日中戦争での協力を要求された。第二次国境合作の合意がここで形成された。これは共産党にとって起死回生のチャンスだった。もし国境合作に協力してくれるなら、私たちは喜んであなたの配下になります。すでに共産党は解散しました。倒産寸前の私たちを救ってくれるなら、涙ながらに
共産党は蒋介石に懇願した。しかし蒋介石は共産党の本心を見抜いていた。それでも共産党は周到な情報操作の計画を進めていた。蒋介石を必ず日本との戦争に引きずり込む。その機会が1937年7月7日の盧溝橋に訪れる。宋鉄面第29軍長 AI で色を入れてみる。北京天津地域を支配する中国軍の司令官。第29軍はもともと頂上交戦で日本軍と戦った部隊だが、宋鉄元は必ずしも蒋介石に忠実ではなかった。反蒋介石親日的な側面もあった。日本との衝突を避け地方軍閥として生き残る道を模索していた。しかしその第29軍にも中国共産党の工作が浸透していた。1937年4月には対日交戦の具体案がすでに作成されていた。宋鉄元は停戦交渉に積極的だった。だが7月25日以降、ついに交戦を決意することになる。遠平県上から出動する中国兵。 AI で色を入れてみる。第29軍第37師団の兵士たち。第37師団は盧溝橋の遠平県上に駐留していた。緊張が高まる中、中国側も常に臨戦態勢をとっていた。師団長風知安、連隊長吉成文、そして城内には近進中大尉率いる第3大隊。日本側の動きを彼らは警戒し続けていた。戦後近進中大尉は1986年に告白した。100メートル以内に日本軍が来たら撃て、そう命令していたと。中国側にも武力衝突の準備があった。第29軍第30チナ師団が盧溝橋で日本軍と対峙する。 AI で色を入れてみる。1937年7月7日午後10時40分、清水節郎大尉率いる日本軍第8中隊が夜間演習中だった。突然永定が堤防の中国兵から実弾が撃ち込まれた。集合ラッパで部隊を集めた際、さらに十数発の銃撃。点呼すると1名の兵士がいなくなっていた。清水中隊長は乗馬伝令を急破。大隊長の一木清直少佐に報告した。一木少佐は連隊長の牟田口連也に電話。その後消えた兵士は無事に発見された。しかしその20分の間にすでに事態は動いていた。盧溝橋の上にいる日本軍兵士たち。 AI で色を入れてみる。連隊長牟田口連也。後にインパール作戦で3万人を死なせる男がこの世の連隊長だった。牟田口は判断した。実弾を撃ち込まれて日本軍が逃げると思わせてはならない。強硬な態度を示すため、そのまま一文字山を占拠した。そしてアテベイ県城との交渉を命じた。午前4時頃、さらに竜王廟方面から発砲音。午前4時23分、牟田口は応戦を許可。午前5時半、戦闘が開始された。8年戦争の最初の銃声だった。長時中第29軍の副軍長。 AI で色を入れてみる。戦線拡大を防ごうと停戦交渉に奔走した男。7月7日午前9時半、中国側の停戦要求で一時停戦が成立。7月9日、中国側から撤退が始まった。7月11日、松井新徳準協定で一応の解決。長時中はこの協定に署名した。7月19日、さらに西木協定。長時中は何とか戦線を局地化しようとした。だが彼の努力は結果として実を結ばなかった。後に長時中は偽証作戦で戦死する。中国側の名将として戦後も語り継がれることになる。勝木清、支那駐屯軍司令官。 AI で色を入れてみる。
事件発生の3日前に着任したばかりだった。勝木は対中強硬派として知られていた。だが彼は参謀本部の指示に従った。東京の参謀本部では不拡大方針が議論されていた。特に石原幹事作戦部長は不拡大を強く主張していた。勝木は現地での衝突を抑えようとした。だが現場の連隊長牟田口蓮也の判断は止められなかった。司令官の意図と現場指揮官の判断のズレが事件を拡大させた。7月25日以降、状況は急速に悪化していく。石原幹事参謀本部作戦部長。 AI で色を入れてみる。満州事変の首謀者として知られる伝説の参謀だが、盧溝橋事件では石原は不拡大を強く主張した。理由は彼が信奉していた世界祭終戦論にあった。将来必ず起きる日米決戦。そのために満州を守り国力を温存しなければならない。中国本土での泥沼の戦争は絶対に避けるべきだ。石原は参謀総長や陸軍大臣に繰り返し進言した。だが軍の主流は彼の意見を抑え込んだ。満州事変を起こした男が日中戦争の拡大を必死に止めようとした歴史の皮肉である。石井伊太郎。 AI で色を入れてみる。外務省東亜局長として対中外交の最前線にいた男。一社は石原幹事と並ぶ強力な不拡大派の一人だった。外交での解決を最後まで模索した。7月8日の事件第一報から彼は徹夜で動いた。外相広田光輝に直訴し、現地交渉での解決を提案。南京の中国国民政府との直接交渉ルートも探った。だが軍部の暴走と世論の高揚が外交解決の道を閉ざしていく。戦後彼は外交官の一生という回想録を残した。そこには止められなかった戦争への深い悔恨が綴られている。宮崎龍介。 AI で色を入れてみる。中国革命家宮崎東天の息子。父の代から中国大陸との太いパイプを持っていた。宮崎は近衛文麿首相と親しい関係にあった。そして中国国民政府にも人脈を持っていた。事件発生後、彼は和平交渉の特使として中国へ渡る計画を立てた。近衛もこの計画を支持していた。だが宮崎が出発する直前、計画は陸軍に察知された。陸軍は神戸の埠頭で宮崎を強制下船させた。民間人による和平の道はここで断たれた。軍の力が外交を完全に飲み込み始めていた。広田光輝。外務大臣。 AI で色を入れてみる。永久戦犯として戦後公死刑となる唯一の文官。事件当時の広田は難しい立場にあった。外務省の不拡大派と陸軍の現地解決派の板挟み。7月17日、広田は日高新道九郎を介して中国側との交渉を試みた。中国の外交部長王長慶に対して現地交渉での解決を求めた。だが軍の動きは止まらなかった。近衛内閣は不拡大を表明しながら派兵を決定する。この矛盾した方針が戦争拡大の根本原因の一つだった。広田は戦後の東京裁判で自ら弁明することを拒んだ。なぜ戦争を止められなかったのかという問いに彼は沈黙で答えた。王長慶。中国国民政府の外交部長。 AI で色を入れてみる。事件当時、中国側の外交を統括していた。王は1935年に訪日し、広田光輝外相と会談した経歴を持つ。日本と中国の間で外交ルートを保ち続けた人物。事件発生後、王は日本の日高新路九郎大使と現地解決を協議した。だが時間が経つにつれ、中国の世論も硬化していく。8月14日、王長慶はついに抗日に転じた。この日、
中国国民政府は自衛交戦声明を発表する。ここから日中の全面戦争は不可避となった。外交による解決の最後の窓が閉じた瞬間だった。江総部 AI で色を入れてみる。中国国民政府の若手外交官で日本留学経験のある親日派、南京で日高新六郎大使と和平交渉を続けた。謝介石とは別の中国側の和平ルート、王朝明を中心とする和平派のキーマンの一人だった。江総部は戦争拡大を防ぐため最後まで動き続けた。だが彼の和平工作は最終的に実を結ばなかった。戦後、江総部はアメリカへ亡命した。中国でも日本でも評価が分かれる人物。国家の運命を変えようとした若者の孤独な戦いの記録。近衛文麿内閣総理大臣 AI で色を入れてみる。事件当時首相に就任して1ヶ月余り、近衛は当初不拡大方針を表明した。だが7月11日彼は華北への派兵を決定する。そして政府声明として防止要調を打ち出した。横暴な中国を懲らしめるという意味。新聞はこれを大々的に報じた。世論は一気に対中強硬論へと傾いた。近衛自身は戦争拡大を望んでいなかったと後に語っている。だが彼の発した一言が世論を不可逆的に動かしてしまった。近衛は軍と世論に飲み込まれていった。戦後彼は GHQ の戦犯出頭命令を受け自殺する。日比谷公会堂で行われた国民性新総動員大演説会。 AI で色を入れてみる。会場には3つのスローガンの垂れ幕。挙国一致、人中報告、兼任自給、国民性新総動員運動の3大スローガンだ。近衛内閣が発動した国民全体を戦争に動員する運動。新聞、ラジオ、学校、町内会、あらゆる組織を通じて戦争協力の機運が作られていく。不拡大派の声はこの巨大な世論の波に飲み込まれた。中国との和平を語ることが非国民とされる時代が始まった。事件発生からわずか数ヶ月で日本は戦時体制へと突入していった。20分間の銃声がこの巨大な国民動員を引き起こすことになる。事件直後、占領した通州の町を行く日本軍兵士たち。 AI で色を入れてみる。1937年7月29日、通州、北京の東20キロにある通州。ここには祈祷防共自治政府の保安隊が駐留していた。日本側が訓練し武器を供給していた親日的なはずの中国部隊。その保安隊が突如として反乱を起こした。通州にいた日本人居留民約380名、そのうち223名が虐殺された。女性、子供、老人を含む非戦闘員。惨殺の手口は極めて残虐だった。国際法に違反する明確な戦争犯罪。この事件は日本国民の対中感情を決定的に悪化させた。新聞各紙は通州事件を大々的に報じた。不拡大論を唱えていた声はこの事件によって完全に押し流された。なぜ親日のはずの保安隊が反乱を起こしたのか。背景には中国共産党の工作神道があったとする説がある。軍服姿の若い士官の写真。海軍中尉大山勲。 AI で色を入れてみる。1937年8月9日、上海、日本海軍陸戦隊の大山勲中尉と斉藤与蔵一等水兵、二人は乗用車で上海郊外の公共飛行場付近に向かっていた。そこを中国保安隊に襲撃された。二人はその場で射殺された。王山中尉26歳。上海で
日本の権益を守る任務についていた若い海軍士官。その死が日中の緊張を一気に決定づける。8月13日、第二次上海事変が勃発。オ山事件からわずか4日後のことだった。盧溝橋から始まった事件は、ついに上海渦中へと拡大する。上海を侵攻する日本軍部隊。 AI で色を入れてみる。1937年8月13日、第二次上海事変が勃発。上海では日本海軍陸戦隊と中国軍の正規軍が衝突した。蒋介石は上海に精鋭部隊を投入した。ここから戦闘は華北だけでなく渦中にも拡大していく。盧溝橋事件はついに局地的な紛争ではなくなった。支那事変または日中戦争。正式な宣戦布告のないまま両国は全面戦争に突入した。この戦争は1945年8月まで8年間続くことになる。20分間で消えた兵士の物語は想像を超える規模に拡大していった。中国江蘇省に展開する日本軍部隊。 AI で色を入れてみる。中央の車両は94式軽装甲車。本来は物資運搬用の車両。しかし中国軍は対戦車兵器をほとんど持たなかった。そのため94式軽装甲車は戦闘車両として使われた。軽装甲しか持たない車両でも中国軍に対しては圧倒的な戦力。これが当時の日中軍事力の差を象徴している。物量、装備、訓練、あらゆる面で日本軍は中国軍を上回っていた。しかし広大な中国大陸での戦争は装備の優位だけでは終わらなかった。日本軍は勝ち続けながら深い泥沼に引き込まれていく。中国天津の入場式。 AI で色を入れてみる。夏服姿の日本兵が銃剣を装着した38式歩兵銃を担いで行進している。沿道には長袍を着た中国人が並んでいる。注目すべきは彼らが手にしている旗。公約旗と呼ばれる独特の旗。白地に黒い丸、中央と四隅に点。日の丸とは違う奇妙なデザイン。名前の由来は形状が湿布薬の公約に似ていることから諸説ある。日の丸が不足し旧居紙に墨で書いた代用品、あるいは強要された住民の密かな抵抗、中華民国語式記を象徴的に表現したものという説も。皇軍が民衆の歓迎の中で入場すると新聞は報じた。だがその実態は住民を強制的に動員した演出されたプロパガンダだった。南京に入庁する日本軍。 AI で色を入れてみる。1937年12月13日、中国国民政府の首都南京が陥落した。盧溝橋事件からわずか5ヶ月、日本軍は北京、天津、上海を経て南京まで進撃した。中国国民政府は首都を重慶へと撤退させた。南京で何が起きたかは戦後70年以上が経った今も議論が続いている。国際的にも南京事件として知られる出来事。戦争の惨化は最初の20分間からは想像もできない規模に達していた。そして戦争はここで終わらなかった。中国は首都を失っても降伏しなかった。蒋介石は奥地に立てこもり抗戦を続ける道を選んだ。日中戦争は長期化への道を不可逆的に進んでいった。オスカー・トラウトマン、中華ドイツ大使。 AI で色を入れてみる。1937年11月、トラウトマンによる和平調停が始まった。当時のドイツは日本ともナチスを通じて関係を深めていた。同時に中国とも軍事顧問団を通じて関係があった。その独特な立場を生かし、トラウトマンは日中の仲介を試みた。日本側の提示した条件をトラウトマンが蒋介石に伝える。蒋介石は当初は条件を検討する姿勢を見せた。しかし
12月の南京陥落後、日本側は条件を一方的に厳しく改定した。賠償金、満州国の承認、内蒙古の自治、蒋介石にとって受け入れがたい内容だった。1938年1月、近衛内閣は声明を発表する。事後、国民政府を相手とせず、外交による解決の道はここで完全に閉ざされた。トラウトマンの和平工作もこうして終わった。毛沢東、中華人民共和国の主席、AI で色を入れてみる。戦後、朝鮮から延安、そして国境内戦を経て、1949年に中国を統一した男。1964年、訪中した日本社会党の佐々木幸三委員長。彼は過去の日中戦争への謝罪を毛沢東に述べた。すると、毛沢東はこう答えた。何も申し訳なく思うことはありません。日本軍国主義が中国に大きな利益をもたらしてくれた。中国人民に権力を奪還させてくれた。皆さんの侵略がなければ、我々が権力を奪還することは不可能だった。毛沢東のこの発言は何を意味するのか。朝鮮で壊滅寸前だった共産党を救ったのは日中戦争だった。その認識を毛沢東自身が公言したということだ。蒋介石総統が発行した国防軍事行動計画書にも興味深い記述がある。盧溝橋や上海事変等の事件は中央司令の周密な準備と計画が先行したものである。盧溝橋の20分間の銃声、その背景に誰の意図があったのか、歴史は今も明確な答えを出せていない。事件の後、盧溝橋をある日本人が撮影した。橋の上に激しい戦闘の痕跡はほとんど見えない。13世紀から続く石造りの橋は変わらずそこにあった。戦争が始まったあの夜、橋の周辺で何が起きたのか、誰が最初に撃ったのか、行方不明だった日本兵がなぜ消え、なぜ20分で見つかったのか、これらの問いに確定的な答えはない。中国側、日本側、それぞれの記録と証言が食い違っている。戦後、日本軍の謀略説が広まった。中国共産党の謀略説もあった。そして偶発的な銃撃が連鎖したという説も。真実は永遠にわからないかもしれない。確かなのは、その夜の一発の銃声から8年間の戦争が始まったということだ。盧溝橋事件。1937年7月7日、北京城外、盧溝橋。一人の兵士が20分だけ消えた。その間に最初の銃声が鳴った。その背景には、朝鮮で壊滅寸前だった中国共産党の起死回生の謀略があった。第29軍長、宋哲如、第29軍副軍長、張治忠、不拡大派の石原が塗り、満城事変を起こした男が戦争拡大に反対した。外務省の一社野太郎、民間人の宮崎龍介、外交による解決を最後まで模索した者たちがいた。しかし、近衛プミマロ首相の防止恩徴総声明、国民精神総動員運動、世論は一気に対中強硬論へ傾いていった。通州事件で223名の日本人居留民が虐殺された。大山裕洋中尉が上海で殺害された。8月13日、第二次上海事変。12月13日、南京陥落。8年戦争の最初の半年で、すでに後戻りはできない状況になっていた。トラウトマン工作も、近衛内閣の大使とせず声明でつぶえた。毛沢東は、後にこう語った。日本軍国主義が中国に大きな利益をもたらしてくれた。その一言が、全てを物語っているのかもしれない。止めようとした者がいた。しかし、軍と世論の波には抗えなかった。先人たちの苦闘と蹄鉄の上に、今の日本がある。私たち日本人は、このことを忘れてはいけない。このチャンネルでは、戦争の記憶を風化させないために、当時の白黒写真を
AI でカラーに復元してお伝えしています。カラーにすることで彼らが確かにそこにいたと感じていただけたら嬉しい。AI 読み上げによる音声でお聞き苦しい点があれば申し訳ありません。読み間違いや事実の誤りがあればコメント欄で教えてください。これからも当時の写真を1枚ずつカラーに復元してお届けします。もしこの動画が気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をお願いします。盧溝橋事件についてあなたはどう思いますか？コメント欄で聞かせてください。